はいどうもです。今回は NHK 杯の谷川九段対阿部六段の一戦を並べます。では後手の阿部先生の方を持って並べますね。はい、7六歩と3四歩。阿部先生の方は、何でも指されるねオールラウンドプレイヤーで、谷川先生もですけども、はい、どういう戦型になるかというところですが、これは横歩取りコースですかね。はい。阿部先生はいろんな横歩取りでも進展をよくさせれているイメージがありますね。3四飛車と取りまして3三角、よくある進行ですね。飛車引いて、ただここで6二玉という手が飛び出しました。これは目新しい手ですね。狙いは7二銀から7一玉の囲いにしたいという感じでしょうかね。で8七歩と打っておいて8五に引きましたね。最近の流行りは8四に引くのが流行ってますけど、この場合は8五に引いたと。で飛車を打って、で2五歩と飛車の横利きを生かしまして、で2八飛車で角成って角交換して3三桂で、2五の歩を守るという構想でしたね。この辺一連の、手順という感じですね。全てが組み合わさった感じの、こういう8五飛車から2五歩の構想は、将棋ソフトが指すのも結構見かけますね。そういうのを取り入れた感じでしょうかね。で7五角と、なるほど、後手の狙いとして8四飛車から2四飛車とひねり飛車のように、するという狙いがあったんで、それを防いでの角ですかね。ただに9五飛車と、今度はこっちで使うという、これでこっちから使えば、一手損ではあるんですけども、相手も角を使っているんで、7七銀とで9四飛車からよくやって2四飛車で2七歩と受けさしましたね。これでここまで飛車が来られれば飛車が安定してるんで、後手としては一安心というところですかね。先手はちょっと持ち駒の角をここに使ってしまっているんで、ちょっとそれが不満なところですよね。で7二銀、この辺は後手がうまくやったという感じじゃないでしょうか。4二銀、つきまして、ただ後手はね、金銀が前に出ていないんで抑え込まれないようにしたいところです。で3六歩で飛車寄って、銀に4四歩とね、なるほど。これで4五桂の時に土台になったり、金を4三金から使っていく筋も生じていますね。で7九玉と囲いますね。でいきなり4五桂と行きましたか。で銀出て取ってと、これで、歩の損得はなくなったんですかね。2歩で、そうですね。ちょっと、2七歩打たされてるのがやっぱり悔しい展開で、先手は、手をこまねいていてはこの金銀の活用も間に合ってきそうなんで、忙しい感じでしょうか。3六飛車に6六角とね、これが角を活用する手で、3三銀と、なるほど。そうですね。これ形的には4三金と上がりたいところですけどね。ただこれだと4五銀と取る筋があるんで、これで1一角成と、桂香と、銀の2枚替えとなってくる筋があるんですね。すぐにやるかは分かりませんけど、やるかもしれませんね。というわけで、それをこの香取りを防いでの3三銀という受け方でしたね。で3七歩引いて玉と、これで先手の方は歩蹴りになってしまいましたし、
で4三金と使っていきます。で2六歩とね、ただ5四金と、はい、角を圧迫しに行きますね。はい、引きまして、6九角とここに打つ手がありましたか。これ嫌な手ですね、非常に。4七角成を受ける手段が、3八金しかないですけどね。これだと5八角成ぐらいで、ちょっと金が玉から離れていくのが辛いところですね。で、本譜5九角と引きましたか。5九角は成に、6八角という受けを用意した手ですかね。はい、本譜こうなりまして、ただ先手は相当辛抱の展開という感じですね。馬も作られて金も使われて、後手を引いて、6八角に2七歩と一発打ちましたか。なるほど、ここに利かしていくと。で5六金で、はい、スムーズな活用です。で3五銀で逃げずに5七桂成といきましたね。逃げると1六歩1五歩を狙うような筋とか、そうですね、2四歩2三歩成もありますかね。ここは決めどころと見て5七桂成といきましたね。5八歩と受ける手もあるのか。5八歩と受けて5七桂成を消すような手もありますかね。どれをやるかは難しいところですけども、そうですね、決めに行ったと。で3四銀で、同銀と取らずに6七金と、すごい勢いですね。6七金と取りましたね。同銀だとどうでしょうか。受けるとしたら3六歩のような飛車を使っていく筋はあるんですけども、そうですね、どうでしょうね。角取ってから何かやっていくとか、3七歩垂らしておくとか、そういったあたりですかね。同銀取っておいても、飛車とかもありますけど、そこで6七を取っていけば厳しそうではあるんですけどね。本譜すごい勢いですね。これはなかなかさせない手ですね。同金で、ただ向こうもかなり危ない格好になってきたと。これ6二歩が、はい、この6七歩を取ってもらったために生じた一手ですね。同金でかなり弱体化させまして4一飛車と、で銀を引いておきましたね。今のところ8三の地点に、馬がずっと効いているんで、一応、なんか打つ筋はないですけども、で3三銀成、ただ6九馬とかで入ると8三に打つ筋が生じるんで怖いとこですね。本譜は5六馬と引きましたか。これは攻防に利かせつつという感じですね。8三に利かせつつ、入るような手を狙って、金打ちとか、そうですね、いろんな手を狙ってますね。5六馬に2六飛車と、馬を追いかけてと。で7八金と打って、で5五馬と引き上げましたか。これ次に銀を取ればより筋です。で6六歩と辛抱ですね。で角を取りまして、で3五角と両取りですね。後手陣も8三の利きがなくなってきたんで怖い格好になってきましたが、で6七銀と、なるほど、これはうまそうな受けですね。どうするんでしょうかね。6七銀に2六角と飛車を取りましたか。ちょっと金を取られるの痛いとこですけど、致し方なしですかね。これで先手陣がだいぶ硬くなったんで、で5六馬に6九金とね、押しまず投資して、
3五角で香車を取って、確かに香車を並べる手が厳しそうなとこですね。で8六歩と嫌味をつけますが、8五香で歩成って8三歩と置きまして、7五桂で王手して4八歩で、はい、ここで投了となりましてね、谷川九段の勝利となりました。はい、これはちょっと歩しかないということで、次に8三桂成の狙いがありますよね。受けるとしたらなんか玉を上がって顔面受けするしかなさそうですけどね。ちょっと一手一手という感じですかね。いきなり取っていく手もありそうですし、6五銀と打つ手もありそうですし、ちょっと持たないということで、向こうが硬すぎますよね、その前に。あと何手かけたら詰めろになるんやというぐらいで、はい。本譜はここで投了となりましたね、潔く。いや、この将棋なんか後手が非常に好調に進めていたようですけども、なんか6二歩からね、急に流れが、そうですね、変わってきたんですかね。で、6七銀立った受けがすごいいい手で、あれで先手が良くなってるような感じですかね。でも作戦としては後手が非常に、不満のない十分な展開だったという気がしますけどね。角打ったものの、こっちに飛車生還されてしまったんで、そうですね。6二玉っていう作戦、最近現れた手法だと思いますけど、なかなかそうですね、先手が横歩取りに来ればなりやすい局面ですから、優秀であればね、採用も増えていくと思いますね、こういう作戦。先手としてはね、何か考えておかないといけないとこですね。そうか、本譜は7五角で阻止しに行きましたが、8四飛車から2四飛車を阻止しに行きましたが、端からのルートで来られてしまったんで、どうだったかというところでしたね。はい。ですね。それではどうもありがとうございました。